僕はもう汗を思いっきりかいてほしいんで、汗をひたすらかいてほしい。なるほど。やっぱはい。それはすごい大事なんですね。汗をめっちゃくちゃ大事いっぱいかくですね。っていうのは。なので、もうペットボトルのね、1.5リットルを絶対持ち運んで、もう1リットルは最低飲むようにしてほしいんですよ。なるほど。今は一応5リットルぐらい用意して、もうすめっごいじゃないちゃですか。す汗がちょっとごいですよ。止まらないんで、はい。もう出5リッせばトルき出すほど、出せば出すほど治るスピードも速いと思ってくださいね。出せば出すほど。最近はもう顔と首は、1日何回か書いちゃっても、全然へっちゃらになってきたんで、書き傷あできなりがたい。いですか？そうですね。よほど書かなければ、全は然、もし書いちゃってある程度傷になっても、その日めちゃめちゃ風呂ずっと使ってると、い。うん。もう朝には治ってるっていう感じですかね。ですよね。2週間前、だってここめっちゃ書き傷だったじゃないですか、後ろと。そうですね。なんかこうバキバキ割れちゃってたんですけど、それですよ。はも今ないですう、つる、よね。今はなくなりましたね。お母さんびっくりしません？あ、そうですね。で、よくな、よくなってんじゃんっていう感じで。あれだけ疑ってたお母さそうですね。ん。ですよね。まはい。いや、そこは良かったなと。よかったですね。とりあえず2週間が終わって、第1回目のコンサルが今日なんで、また次2回目お願いしたいんですよ。はい。2週間後、また。はい。はい。大丈夫ですか？よろしくお願いします。はい、大丈夫です。で、また日程等はまた来週ぐらいでお互いはい。もらう日を決めるので、はい。とりあえず、僕としてはもう順調だと思います。もう何も変えなくてもいい、ありがとうござ今のいます。スタイルを。はい。はい。よかったです。ねいい感じ、いいスタートダッシュだと思いますよ。お、それは嬉しいですね。いや、本当にね、一番理想な形、肯定反応が出てないから、はい。皆さん大体ステロイド塗ってる人は肯定反応が出る人が大体半分50%出るんですよ。で、最初おー、みんな心が折れそうになるんですよ、大体肯定反応出る人は。それちょっとかわいそうですよね。まあ、かわいそ使ってたうですね。人からするとうん。ね。でもそれはもう全部自分が今までね、ステロイドを塗りたくっていたはい。結果なんで、それはしょうがないんですよね。出し切らないと。そうですよね。はい。まあ、でもね、3ヶ月でいいってなったらね、そうですね。頑張る。まあ、でも、出てる人からしたら辛いのかな。僕は今のところはもう、なんか別にそういう系の毒とかはなんかできてる感があるんで、まあ、あとひたすらお風呂で汗をかきまくりたいっていう感じですね。そうなんです。今、絶好調ぐらい絶好調です。あんまり、はい。いやー、そうやって言っていただけると、すごいありがたいです。友達にも久々に会ったんですけど、はい。すごい綺麗になったじゃんって言ってくれて、はいはいはい。あの顔とかやっぱ首あたりが、全然綺麗になったじゃんっていうので言ってくれたんで、すごい嬉しかった。一番ね、気づきやすいのは、たまに会う人が一番気づきやすい。あ、なるほど。一番気づきにくい人は自分が一番気づきにくい。毎日見てるから。そうですね。そうなんですよ。確かに。なので、僕2週間前のその皮膚の状態と、昨日の皮膚の状態見比べたときにすっごいと思いましたから。ああ、はい。そうなんですよかっよ。た。なので、しかも僕、今日の皮膚はい。の状態と、また2週間後の皮膚の状態見比べますんで、あ、はい、わかりまはい。した。そんな感じしましょうか。はい。よかったです。しかもあれですもんね、僕が、始める初日って送らせていただいたやつも、はい。2時間よくはもう10日弱やって、感じだったんで、そはいはい。の前にもし、取ってなかったですけど、それはもっとかなりひどかったので、多分それ含めたらもう、相あ当、最初かなりひどくて、で、樋口さんの見させていただいて、あ、はい。あの、実際この、ハーブのその微生物を送ってもらう前に、1週間ちょいはもう2時間普通のお風呂は入るのやってたんで、それでやってもあれだっ
ったんで、もうちょいひどかったんで、かなりやっぱ、この3週間ぐらいで相当良くなってはきてるんで。そう考えたら自分で言うのもなんなんですけど、この黄色ブドウ球菌撃退法ってやばいっすね、破壊力が。やばいですね。やばいっすよね。すごいです。は本当もっとなんか、広くしていただきたいですよね。い。いや、本当そうですよね。うん、もう皆さん言うんですけども、そのアトピーの原因さえ分かったら、もうあと簡単じゃないですか、治すって。そうですね。だって僕やってることは、そのアトピーを治す法則を教えてるだけで治療してないじゃないですか、何にも。確かにそうですね。ね、治す方法を教えてあげてるだけなんで、あとは実践してるのはもう全員患者さんだけなんで、僕何にもしてないんですよ。治す法則を教えてるだけなんで。いやでもそれが一番じゃないですか。だってみんな家で治せるってなったら最高じゃないですか。いや、最高ですよね。だって大阪まで来るの大変じゃないですか。そうなんでそうですすよ。ね。はいやありがたいですね。本当、もっといろんな人にやってもらいたいですね。い。そうですね。もう本当に簡う単に直せちん、ゃうんでね、もう法則さえ分かってしすごい。まえばね、ただ、その法則が皆さん分からないだけなんですよね。まあ、いもうや、たどり着けないじゃないですか、でも。そう、たどり着けない。だって僕、その宣伝とかも何にもしてなかったから、YouTube も載せてなかったし、はい。ただ、その YouTube を載せたおかげで、こうやって清水さんとも知り合えたわけですよ。黄色ブドウ球菌っていう そう、YouTube を流したんで、そうです、そうです。そうなんですよ。なので、しかも、日比さんがYouTube 上げて何日か後ぐらいに僕多分見たんで、そうですよね。タイミングがもうバッチリ。そうですよね。なので、黄色ブドウ球菌をちょっと知ってくれたら、僕の治療にたどり着けるかもしれない。ああ、はい。そうですね。そうなんですよ。確かに。だから、まあ、黄色ブドウ球菌っていうそのメッセージは僕伝えてるつもりなんで、はい、はい。はい。だからね、清水さんいろいろ勉強してはったから、たまたま僕の YouTube にたどり着けたじゃないですそう、か。で、はい、そうですね。僕法則を教えただけなんで、いやー、嬉しい。あはりがたいです、本当に。い。いや、もう清水さんやりたいこといっぱいあったんでね、治った後はもう、あとやってもらって、そうですね。はい、そうですね。楽しみですもん、めちゃくちゃ。はい、今年ウイルス危ないですけど楽しみでしょ。自分のアトピーがどれぐらい改善するのかと思えばね。正直、僕的にはもうアトピーの方がやばいと思ってるんで、はいはいはい。アトピーの方が辛いだろうとか、一言ですけど思っちゃった。あとはやっぱ、ヒートショックプロテインがあるから別にウイルスかかんないんじゃないのぐらいに思っちゃってますね。いや思いますね。もはや。免疫さえ上げていれば多分かからないですよ。ね、はい、大丈夫、そう大丈夫。ですよね。はい。そうなんですよ。